トマイズメインディッシュご飯ぶつ盛りになってます。お待たせしました。くれぐれもステーキ屋じゃないので、お肉ステーキ、美味しいステーキ食べたらステーキ屋に行ってください。書券買う前に券売機の張り紙だけよく読んでいただいて、ご理解された上で書券買ってください。お願いします。1名です3万、8名3万、1名3万。まず4名様店内で。1万円で。はい。お待ちどうさまです。付け合わせのお肉です。ゲットしてもらってもいいですか。すみません、付け合わせのお肉です。ちょっとここ筋きついところだったので簡単にカットしてやってます。お待ちどうさまです。メインディッシュご飯ぶつ盛りになってます。お待たせしました。これは別にうちは付け合わせない別に割とざっくりで大丈夫。ちなみにもともと何かご飯屋さんをやられてたんですか？いや、でもうちはもう全然前の取材していただいたところ全部言ってますけど、もともと米屋だったので。あ、なるほど。もともとお米屋さんご家族で。父親がやってて僕が後継いで。ああ、はいはい。まあここで米屋やってたんで。ああ。はい。あ、じゃあここがもともと改装前の時にここで米を。そう、まあ、内装ほとんど変えてないですけど、壁とかも色塗っただけなんで。あ、そうなんですか。あとはそのほぼもう米屋潰れた段階で倒産してるのでお金がないので。江東区の砂町にリンってラーメン屋さんがあるんですけど、はいはいはい。そこの大将と僕は仲良くて、はい。もうほぼその人の企画に僕は丸乗っかりしただけなんで。僕だからもともとなんだろうな、飲食やったことないですし、自分が飲食と思ったんですけど、はい。いけるっていうかそれでじゃあ料理もできないですよ。あ、そうなんですか。できないです。ご飯は炊けますけど、料理はできないですね。なんで本当はうち取材していただけばそっちもと合わせないとあんまりストーリーが関係しないんですよ。ああ。じゃあそしたらぜひそれは取材させていただければ。奥のお客様から行きます。お待たせしました。付け合わせのお肉でございます。お待たせしました。付け合わせのお肉でございます。そうですね。まあただなんすか、いや本当になんかちょうどね、うちが潰れるに何年ぐらい前かな、2、3年前かな。マスターが付き合いの肉屋さんがほらラーメン屋さんがチャーシューがやってるじゃないですか。はいはいはい。まあアメリカでリブロースが手に入るから、はい。ステーキやろうぜって言われて、よくその人が家で店で焼いてくれてそれ食べてたりしたんですよ。はい。でもお互い肉好きだったんで。はい。なんなんだろう、なんかね、インドマスターが若い頃ニューヨークに行った時に、はい。なんかタッズステーキって言って、はい。でお店があったらしいんですよね。あ、向こうに。でそれはもう本当なんだろう、もうすごいカジュアルなお店なんですけど、はい。ボンボントレー持って並んでると肉屋に出てくるみたいな。ああ、なるほど。はい。すごい格安のステーキ、日本だとなんか高いじゃないですか、ステーキ。そうですね、高いイメージありますね。そういうカジュアルな安くてパッと食べてパッと帰るみたいなお店をいいなと思ってたらしいんですよね。はい。でもだからそれイメージらしいんですけど、なるほど。方
肩ロースで1ポンド食べてご飯ついてだと多分うち相当安い部類だと思うんですよね。だから今値段ちょっと200円上げちゃったからあれなんですけども、はい。それ前のその1600円で値段は多分金額だったと思うんですよね。なるほどなるほど。多分だからそれでオープンした直後ぐらいから皆さんに食いついていただいたんだと思うんですけど、あなんか結構名前が知れ渡ってるのはお客さんがなんかツイートしてくださったのがたまたますごいバズって12月1日にオープンして12月のね16か7ぐらいだったんですけど、あ、もうすぐですね。もうちょうど2週間ぐらい営業してなんとなくこなれてきた時にはい。めちゃめちゃバズってしまったので、なんとなくペースが分かってきたのが一気に崩れたというか。あれはなんかそこからちょうどその後ほらすぐ年末になるじゃないですか。はいはい。それまでの2週間ぐらいは割とちょっと地獄でしたよね。どうしようと思うのがすごかったので、慣れてないしっていう。こんなにさばけねえわと思いながらやってましたね。お肉の上に今もやしを乗せてるじゃないですか。それもリンのマスターのご指示なんですか？要は二郎系のラーメン屋さんにあったあ、そういうことです。あ、なるほど。もともとあるものなんですよ。そのお店にね、リンにあったやつなんですよ。そこがなんだかんだ遊びで肉焼いたりとか食べてて、何かないと寂しいよなって話になって、なるほど。最初にマッシュポテトとかいろいろあるわけですよ。はいはいはい。まあもう、もやしでシャキッとさせて食べて美味しいんで、だから最初ほら、まあ、もう僕は一切言わないんですけど、最初そのキャッチーだから二郎系だなみたいな話になって、はいはいはい。何が二郎系で開発した場所が二郎系だったわけなんですよ。なるほど。ビジュアルよりもね。はい。ちなみにお米はコシヒカリ。そうですね。今のやつは会津の北方のコシヒカリですね。いきます。要は福島って大きく分けると浜通り、中通り、会津に分かれるじゃないですか。はい。浜通りは、まあ、北関東とかでもあんまり関東とか変わんないんですよ。はい。で中通りになると良くなってきて、で中通りと会津だとやっぱちょっと米の質がちょっとまた違って、会津の方が食感がすごいしっかりしてるんですよね。その違うっていう部分はやっぱりその食感の部分で。まあ味も会津の方がいいですね。もうこれも僕がそう思ってるだけなんで、もっと今や現役で米やられてる人からしたら、いやそんなことねえしって言われるかもしれないんで、あ、なるほど。個人的な感想のことでしょう。はいはい。お待ちどうさまです。付け合わせのお肉でございます。まずお肉ちょっと2枚になっちゃってるんですけど、1ポンドございます。ご了承ください。すみません。お待たせしました。メインディッシュの大盛りになってます。お待たせしました。これはね、一番リブロースがだから一番当たりのところ。一番柔らかいところですね。リブロースに近づけば近づけば油が増えてきて柔らかいんですけど、味はどんどん落ちてくるんで、それはもう良し悪しですね。うちの常連さんに食べ方を知ってる人は飲むように食べれる人は硬いところがうまみが強いんで、
そっちがいいっていう人もいますし。あ、これそこは本当券売機の書いてあるんで、飲むように食べないとお腹いっぱい、噛んでるとお腹いっぱいになっちゃう。結局さっきの肩ロースってよ、味はいいんですけど硬いんで結局、はい。それを売りにしても売りにならないんですよね。なんかやっぱり日本人ステーキイメージすると、はい。いや、柔らかい。そう、とろけちゃうみたいな、とろけちゃう、口の中でとろけちゃうみたいなイメージする人が絶対多いんで、噛みちぎってやるぜみたいな感じじゃ、俺が食いちぎってやるぜみたいな感じがあんまないじゃないですか。確かに。そうそう、すぐ硬いらなんだろう言われちゃうんで、なかなか肉を売りにはしないって決めてたんですけど、それをするのが見えるというか、それはそこを売りにしようと。洗い物ちょっとお水といけないので、一回出しておいてください。横広く使ってもらってないですか、すいません。うちの大盛りになるんで。もしまた使ってください。女性のお客様から行きます。お待ちどうさまで、当時ですね、付け合わせのお肉です。お待ちどうさまで、付け合わせのお肉です。この後ご飯のもう少々お待ちください。お待たせしました。メインディッシュのこちらの方に、こちらに普通盛りになっています。すいません。少々お待ちだけありがとうございます。お忘れ物出さないようにしてください。ありがとうございます。すいません。お米食べた一口目にうまいって反応してもらえるのが一番嬉しいですね。やっぱりお米を食べた瞬間に。米なんとってはい。最後お客さんに委ねちゃうからどう食べてるかほら分かる。なるほど。はい。それがこれだと僕がこのお米うまいなと思ってるやつをほら美味しいでしょって形で提供できるので、うまいって言ってもらえるとよかったってその瞬間一番なるほど。それは何ていうの、どちらかというとそれが一番米を作ってる米にあった形では存続させられなかったんですけど、ちょっと形は変わったけど、お米が美味しい、お米の美味しさを伝えられるかなってことに関してはなんとなくつながってるかなって気が。なるほど。くれぐれもステーキ屋じゃないので、お肉ステーキ、美味しいステーキ食べたからステーキ屋に行ってください。あくまでもご飯のメインディッシュのお店だよっていう。で、ステーキが付け合わせだよっていうところですね。それ言うと YouTube のコメントはやや叩かれてましたけど。本当ですか。すみません、いつもありがとうございます。お忘れ物なさらないようにしてください。すみません。ありがとうございます。お気をつけて。ちなみに、研ぐ時のこだわりとか、美味しくなる秘訣というかコツというかありますか。こだわり、最初の水はすぐ捨てるのもなんか情報によっては猫の手っていうか混ぜるといいとか。家で食べるんなら全然そんなに洗わなくて大丈夫かなとは思いますね。そうなんですね。基本保温はしてほしくないんですよ。保温したらどんどんこの美味しくなくなっちゃうんで。なるほど。だから炊きたてを食べるんならもうそれこそ一回最初にさっきみたいに水入れて捨てて、そのまま炊いても大丈夫。保温してもいいことは何一つないので、家で食べるときは炊いたらすぐ食べると。すぐ食べる。だからこそそんなに別に溶かなくてもいいよという。じゃあ洗いすぎてもあまり意味がないとか良くない。そう、家で食べるのはそんな洗いすぎない方がいいですね。それこそさっき猫とかこういうやってシャカシャカやるじゃないですか。それ10シャカシャカぐらいやったらもうそれで十分だと。気になるならもう一回水抜か捨てて、もう10シャカシャカぐらいやってもいいけど、僕は別にそんなに洗わなくていいんじゃないかなと、家で食べるならね。なるほど。
うまみ取っちゃうんで、洗えば洗うほどうまみが逃げるってことですもんね。そうだからどんどん表面がなくなってくるじゃないですか。はいはい。お米のうまみ層が表面にしかないから。でそれであとは半日ないし、ラップして冷蔵庫で寝かして、これ見てもらうと分かるんだけど、目安としてはこれまだお米透明でしょ。はい。こっちも真っ白だよね。ほらああもうそうですね。はい。大体2時間もすればこれぐらいにはなるんだけど、目安として真っ白になったらもう炊いても大丈夫。それはもう品種問わず、品種問わず。どのお米でもってことあとはですね。本当僕さっきもこれで水加減も全部測ってたけど、はい。ああやって家でもそういうふうに測ってあげると毎回安定して炊けるんで、まあできるんであればしっかりグラムで、美味しく食べたいなら間違いなく美味しくなるんで。あとはそうですね、でも今基本ご家庭用の電子炊飯器ってもう蒸らしまで全部終わってるんで、はい。ピーッと音鳴ったらすぐ開けて余分な蒸気逃がしてあげて、まんべんなくその空気が当たるようにほぐしてあげて、そしたらもうすぐ食べちゃう。じゃあすいません、また連絡させていただきます。ありがとうございます。お上手で。ありがとうございます。ありがとうございます。